駒田さん、はい、こんにちは。こんにちは。今日ヨガのレッスンしてるんですか？はい、来週ヨガのレッスンがあるのでちょっと練習してます。すごいスタイル良くてめっちゃかっこいいです。ウェアだと引き立ちますありね。がとうございます。いつからヨガやってるんですか？ちょうど次男が2歳の頃、私が33歳になった時に親子ヨガがあって、そこで初めてヨガをしたんですけど、当時私すごく育児家事に疲れ切っていて、ヨガをしたらすごくリフレッシュできたんですよね。そこからハマって17年間ぐらい続けてます。でね、39歳の時に、地域のママさん対象にリフレッシュリラックスの場が提供できたらいいなと思ってヨガの教室を始めました。で、今年10月で、12周年になります。そのヨガ以外にもいろいろ綺麗な秘密ありそうなので、ぜひ今日教えていただきたいんですけれども。はい、私が普段やっていること全部教えちゃいます。それではレッツ美魔女。改めまして第2回国民的美魔女コンテストファイナリストの駒田奈美50カラットです。老けないためにやっていること多分5つぐらいあるので、それを皆さんにお伝えします。じゃあ1つ目、体重より見た目で20代からサイズをキープしてます。息子が2人いて出産経験があるので妊娠中は太ったんだけれども、でも実は20代からお洋服のサイズはずっとキープしてます。でね、実はうちに体重計がないの。もう20年近く体重計は我が家になくて、数字にとらわれちゃうのは私あんまり良くないかなって思っていて、その数字で例えばねプラス 0.5 キロとかで増えたとか、減ったとか一喜一憂するじゃない。そういうのって私あんまり意味がないというか、なんか気持ちの負担になるので、それよりは、自分のボディラインとかお洋服を着た時にかっこよく着れる、そういった方が重要なんじゃないかなっていうふうに思ってます。一つだけ自分のバロメーターとして10年前に購入したデニムがね、私の一つの目安になってます。ヤヌークのデニムなんだけれども、サイズは23インチ、これずっと変わってないです。で、そのデニムを履けば自分のこの今の体重とか体型がチェックできるので、それが私の一つのバロメーターになってます。あと、うちは男性3人に囲まれて生活してるんですけれども、結構厳しい意見が多くって、最近ちょっとお尻垂れてきたんじゃないとか、あと母さん下っ腹出てるよとか、結構厳しい意見があるので、それが私の、ボディラインをキープする、きっかけにもなってるのかなっていうふうに思ってます。2つ目です。月3回のヨガと週1のジムトレ、そしてながら運動です。月3回ぐらいのヨガは約1時間半のレッスンの中で自分で喋りながら誘導しながら動くので、すごくいい有酸素運動になってるかなって思ってます。あと週1のジムトレは最初は PR 案件で始めたんですけれども、もう今は自分のねライフワークというか週1回トレーニングしてるんですが、だいたい1時間ぐらいのトレーニングで前半と後半に分かれてて、前半が下半身、そして後半が上半身なんですけども、同じ形を10回3セットずつ行ってます。で、下半身はヒップアップに効果のあるブルガリアンスクワットをしてます。で、上半身はダンベルの運動なんですけど、ダンベルフライ、片手ずつ持って、大胸筋ですね、胸の筋力アップのためにダンベルを持ち上げるようなトレーニングです。ダンベルも始めた当初は片手4キロずつ上げてたんですけど、もう最近は8キロから10キロ扱えるようになってきて、成長したなって自分で思ってます。そう、私本当に運動音痴で学生の頃はもう本当ずっと文化部で全く運動してこなかったんですけど、ヨガもトレーニングも、私の中では全然苦ではなくて楽しくできてます。
とは、なるべく体を動かすことを意識して生活してます。例えば駅とかでエスカレーターとかエレベーターを使うんじゃなくて階段を使うとか、あとはお家で髪の毛を乾かしながらとか歯ブラシをしながらスクワットをするながら運動をしてます。3つ目、一番のこだわり美習慣は朝晩湯船に浸かることです。夜はリラックス効果、そして疲れを取るために湯船に浸かって、そして朝はリフレッシュするために約朝晩10分間ぐらい湯船に浸かってます。で、湯船に浸かるお供なんですけども、こちらです。バースという入浴剤を使ってます。これはドイツの良質な泉質から着想を得て作られた中性重炭酸入浴剤になります。これは炭酸ガスが毛穴の汚れを優しく浮かしてくれるので、私これ初めて使った時になんか肌ちょっとツルツルしてないというか、お肌の汚れが落ちたなっていう感覚、すごくお肌がツルッとした感覚があったので、それからはずっと愛用してます。で、何がいいかってやはりすごく血行が良くなって体の芯からポカポカ温まるので、良質な睡眠にねつながるかなって思ってます。で、やっぱり睡眠って大事じゃない？成長ホルモン、別名アンチエイジングホルモンが、良質な睡眠は、分泌されるというので、私は本当に、眠ること大事だなって思ってます。で、朝は、家族を送り出した後に、だいたい10分間ぐらいですね、湯船に浸かってお風呂から出た後はですね、こちらの今話題のエクソソームとグルタチオンが入ったハイドラ EX マスク、このフェイスマスクを貼って、その後に美容液、クリームといった流れでスキンケアしてます。で、やっぱりこのねマスク貼ってからはすごくお化粧のノリが良くなったし、すごく自分自身のお肌も潤いがね感じられるので、すごく最近気に入って使ってます。あとお風呂に入っている時のこだわりがもう一つあって、自宅のお風呂がバスタイムがねエステになると話題のリファのファインバブルのシャワーヘッドを使ってます。で、私の愛用しているのはファインバブルピュアといって塩素低減モデルなんですけれども、やはり本当にきめ細やかなミストなので、それこそやっぱりお顔とかってあまりシャワー当てたくないって私は思うんですけれども、このきめ細やかなミストで顔をね、洗うとすごく毛穴の汚れとかも自然に優しく落ちてくれるので、私はすごく気に入って使ってます。4つ目は肌、髪には良いものを長く愛用してます。先ほどお風呂のお話ししたんですけれども、私が愛用しているシャンプー、トリートメントオイルをご紹介します。元祖美魔女シャンプーでコラボしたダマスクローズの香りのセットなんですけれども、イースタンダードは 95% 以上が美容成分でできていて、そして飛騨天然水がたっぷり使用されている本当に髪にも頭皮にもいいシリーズです。これは約13年近く愛用してます。こちらもダマスクローズの香りのオイルなんですけれども、すごくね髪がしっとりするので、私パサつきがちな髪なんですけれども、ドライヤーでドライした後にそのオイルをしっかりと塗ってケアしてます。お風呂上がりに私が使っているこのハイドラ EX マスク、この後に美容液、そしてクリームを塗るんですけれども、私が愛用しているクリーム、もう15年近く愛用しているんですが、こちらです。エンビロンのモイスチャークリーム4番、これを愛用しています。このモイスチャークリーム4番は4段階ビタミン A 濃度をステップアップしていくクリームなんですけれども、最初ビタミン A が不足しているお肌だとちょっと赤みとかかゆみとか、あとちょっとね肌荒れみたいな形、A 反応が出てしまうんですね。ですけどその A に慣れてくると、次の段階にステップアップできて、私は今この4番一番 A 濃度が高いクリームを使ってるんですが、もうおそらく8年前ぐらいからかな、この4番のクリームを使ってます。
やはりこのクリームを使ってからすごくお肌がね丈夫になったなって、お肌を褒められることが増えたので、これはこれからもずっと愛用していきたいなと思っているクリームです。あとエンビロンつながりで、こちらですね、エンビロンのクレンジングジェル。私これも15年ぐらい愛用してるんですけども、私普段メイク落としにも使ってます。まずはメイクしたままのお顔にこのクレンジングジェルをのせて、そして1回すすぎます。でその後はもう1回プッシュして、今度は手に泡立ててお顔にのせて洗顔してます。これ1種類のジェルでメイク落としもそして洗顔もできるので、本当に私は気に入って使っています。あとは私の紫外線対策として一年中 SPF50 の下地クリーム使ってるんですけど、私が最近愛用しているのがこちら、ルシェリのリンクルホワイト UV エマルジョン SPF50 の下地クリームになります。これはもちろん紫外線対策もありますし、あとはシワの改善とか美白効果もあるクリームになります。あとは美容医療なんですけども、42歳ぐらいの頃からかな、スキンフィニティクリニックの橋本先生にお願いしています。私は通常マッサージピールを施術してもらってるんですけども、45歳ぐらいからかな、シワのボトックスも打つようになりました。あとは年に2回ぐらいスペクトラトーニングとケアシス導入をしてます。で、美容医療も私の感覚では、例えば美容室とか、あとは歯のクリーニングと同じようで、お肌のメンテナンスも一つの身だしなみかなっていうふうに思ってます。最近買ったもので私がすごい気に入っているのがこちらです。長江プリスのカッサですね。すごくボディラインもフェイスラインも当てやすくって、これで流れを良くしてます。ピンポイントで指圧のように押し当ててコリをほぐしたりもしてます。でこれ見てもう形状がすごくね素敵なので、例えば洗面所とか、あとはリビングとかに置いておける。で置いておけるからこそすぐ手に取って使うことができるので、私は見えるところに飾っておいて使っています。5つ目、インナービューティーが更年期対策にです。私が愛用している、こちらですね、アマニオイルのサプリメントなんですけども、もう15年ぐらいかな、飲んでいます。これは皆さんよくご存知だと思うんですけれども、体内で作られない不飽和脂肪酸がたくさん含まれているもので、ね、アマニオイルってすごく光とか熱とかに弱いすごくデリケートなオイルなので、私は錠剤で取っています。1日2粒飲んでます。でこの効果は、動脈硬化とか、あとは血栓の予防、そして血圧を安定させてくれたりとか、あとはアレルギーを緩和してくれるような、そんな健康効果があるんですけども、実はこれ健康効果以外にもすごく美容の効果もあるみたいで、女性ホルモンを安定させてくれる効果があるみたいなんですね。なので更年期障害にもどうやらいいみたいです。私そういえばもう51にもうすぐなるんですけど、今のところ更年期障害の、症状が自分の中であまり感じないので、もしかしたらこのアマニオイルのおかげなのかなっていうふうに思ってます。あとですね、皆さんねビタミン C は取ってると思うんですけど、私が飲んでいるのはこのオバジのものです。高濃度ビタミン C が 2000mg この1袋で取れるので、私はなるべく1日1本か2本は飲むようにしてます。やはり私たちの体って食べるものから作られているので、口にするものはすごく気を使ってます。生協の生活クラブで食材を購入してるんですけども、先ほど紹介したこのアマニオイルのサプリメントも生活クラブで購入してます。特に気に入っているのはお肉で、飼料とか飼育にこだわって育てられているので、安心安全なお肉なのですごく気に入って、購入してます。あとは、人参ジュースなんですけども、ビタミン A がたくさん豊富に入っているので、美肌効果になると思って、私もこれは8年近く愛飲しています。
私の住まいはのどかな場所なので、近くのスーパーに朝どれ野菜を置いているコーナーがありまして、そこに週3ぐらいかな、新鮮なお野菜を買いに行ってます。で、なるべくお野菜をたくさん、食卓に置くようにしてます。我が家にはスナック菓子や炭酸飲料など、実はないんですね。本当に子どもたちは小さい頃から一切買ってないので、もうそれが当たり前になってるんですけど、次男が中学生ぐらいの頃かな、母さんうちはろくな菓子がねって言われて、ちなみにどういうお菓子が欲しいのって聞いたら、ポテチとかさ、あとファンタとかもねえじゃんって言われたんですけども、でもその代わりやっぱり私甘いものとかも大好きなので、自宅のリビングのテーブルの上にはちょっと高級な焼き菓子、マドレーヌとかフィナンシェとか、あとはクッキーとか並べて目で満足してます。タイムレスビューティー。以上、私が老けないためにやっていること5ついかがでしたでしょうか。美は一日にしてならずと言いますけれども、自分がいいなと思うものやこと、習慣などを楽しみながらコツコツ続けていくことが、未来の自分の綺麗につながっていくなっていうふうに思ってます。ぜひ皆さんも参考にしてみてくださいね。美魔女スタイルのチャンネル登録、いいねボタン、コメントもお待ちしています。